こんばんは、不動産マフです。今日はですね、スマートフォンだけでネットでですね、稼ぐことができるのか、また、パソコンがね、必要なのかどうかってことについて解説していきたいと思います。ですね、自分自身投資家であるんですけれども、また会社を経営してまして、ネットのですね、収益もかなり、月に数百万円ぐらい上げることができています。そういった経験をもとにですね、スマートフォンだけで稼げるかどうか、これからですね、副業やってみたいとか、学生の方とかですね、ビジネスをやってみたいって方に向けて、わかりやすくですね、すごい初心者に解説していきたいと思います。で、こういうふうにですね、スマホだけで稼げるのかなとかですね、パソコンがないとダメなのかな、結構よく聞かれるんですよね。なので、こういった機会にですね、実体験を元に、わかりやすく解説していきたいと思います。で、結論から言うとですね、スマホだけでも稼ぐことは、できないことはないです。できます。なので、0か1かってね、その両極端で言うと、できると思った方がいいと思います。ただ、ほとんどのことはできるっちゃできるんですけれども、圧倒的に効率が悪い場合があるんですよね。やっぱスマートフォンって、文字を入力したりとか、やっぱ画面も小さいですし、その持ち運んでポチポチやる分にはいいんですけども、データをがっつり入れたりとかね、ガンとやるっていうには、あんまり向いてないんですよね。だからできないこととか、ちょっと効率が悪いなっていうことはどうしても出てくるんで、ほとんどの人のですね、やっぱりスマホだけっていうのは少ないですね。だから、やれないことはないけど、ちょっと試してみて、こんな感じですよっていうのは、できるんで、そういった用途であれば、まずはね、やってみてもいいかなと思います。なので、なくてもできるけど、稼いでる人は、ほぼ間違いなく100%パソコンを使ってますよっていうようなイメージですね。これちょっと、わかりやすく例えるとですね、こんな感じかもしれないですね。東京から大阪に歩いていけますかってね。これどうですかね ?0 か1かで言うと、歩いていけないことはないですよね。江戸時代とかね、飛躍ともう歩きしかなかったんで、歩いて旅行とか行ってたような時代であれば、行けますよね。ただ、みんな歩くかっていうと、歩かないですよね。ほとんどの人は、車使うかですね、電車、新幹線乗るか、飛行機乗るか、いろんな方法で行くと思うんですよね。なので、スマートフォンだけで、稼げますかっていうことを言うと、これと同じように、やれることはないよと。ただ、ちょっと大変だよって、大変ですよね。これ、同じぐらい大変かどうかっていうと、ちょっと内容によって変わるんですけれども、それぐらいのですね、イメージがあるといいと思います。なので、できないことはないですし、実は歩いてみてね、体験するっていう分には、これぐらいでいいかなっていうふうに考えてます。で、試してみるにはね、スマホだけでっていうのは割とおすすめですね。ちょっとやってみるレベルであれば、可能で、やっぱ百聞はね、一見にしかず、みたいなことあるんで、もういろんな人がね、いろんなことを言ってると思うので、実際ですね、スマートフォンで動画を編集してみたりとか、ブログを書いてみたりとか、やるっていうのは、すぐできるし、体験してみることで、よりですね、自分の経験になるんで、そういうのは、可能なので、ちょっと興味ある人はやってみた方がいいと思います。もちろんね、リスクあることはやめた方がいいので、リスクがない範囲でですね、やってみるといいと思います。もうほんとね、聞いてるものとやってるもの全然違いますよね。例えばもうサッカーにしてのね、サッカーは面白いですかとかね、聞いたりしないですよね。サッカーやってみりゃいいじゃんって話になるじゃないですか。とりあえずボール蹴ってみなよってね。同じようにネットでね、稼いでみたいとかブログやってみたいとかっていうのも、それ楽しいですかとか難しいですかっていうのをね、本当まずね、ボール蹴ってみればいいわけですね。野球であればキャッチボールすればいいわけで、バットであればね、素振りしてみればいいわけなので、それってね、全然できるんですよね。なので、スポーツのように、楽しむっていう感覚でですね、まずちょっと体験してみるっていうのがすごいいいですし、それで、もう本格的にちょっともうこれやってみようと思うと、じゃあバットをね、買ってみようっていうとかね、じゃあボール買おうとかね、そういう感じでもパソコンもね、必要であれば、買えばいいかなっていうふうに考えてます。で、よくやっぱいきなり高いお金出して PC 買って、その後ね、使わなくなるみたいな下手な横釣りじゃないですけど、やっぱ高い金額で出して、その後使わなくなるっていうところあるんで、で、最初はね、やっぱりよく何がいいかもわからない状態で、最高のものを買うっていうのはなかなか、もったいないと思うんで、僕はやめた方がいいかなっていうふうに思ってます。で、仮にね、ちょっと試して失敗しても全然いいわけなんですよね。失敗したくないとか、絶対成功しないといけないって思ってる人すごい多いんですけども、もう例えば本当に無謀な挑戦かもしれなくても、スマホでちょっとやってみるっていうのはね、すごい勉強になると思います。やっぱね、大阪まで行こうとしてもね、横浜とかで力尽きるかもしれないですよ。ほんとね、10キロ、20キロ歩いたところで。でも、それ実際に歩いて、どれぐらいね、横浜まで行くのが大変なのかっていうのを
学んだ経験っていうのはね、やってみた経験は、むちゃくちゃね、人生のプラスになると思います。だからスマートフォンなくても、ちょっと稼いでみたいなと思って、少し何かをやってみるっていうのはものすごいおすすめですね。ほんとね、いいんですよ。別に途中で三日坊主になったとしても、そうやってなんかこう完璧にこなさなきゃいけないとか、絶対なんか成功させなきゃいけない、失敗はかっこ悪いとかね、そういう概念がむちゃくちゃ多い人が多くいるんで、それはね、固定概念を変えた方がいいと思いますね。ほんと実際に歩いてみたってね、実際やってみたっていうのはものすごい大きい経験で、もうなんか口だけのやつっているじゃないですか。なんかもうごちゃ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 言う人ってね。だからそうなってはいけないんですよね。とにかくやってみて、体験するっていうね。で、しかも別にね、本当に1年かけてね、東京から大阪に行くっていうのはちょっともうそれはやめた方がいいかもしれないですけども、1週間2週間ちょっとね、空き時間にやってみるっていうのはすごい、それはね、人生のプラスになると思います。何かやってみるだけで、それは実際に体験するのは成長だと思うし、失敗するのはね、良くないっていうのはやっぱ挑戦するからこそ失敗するわけであって、挑戦ね、しなければ失敗しないんですけども、それがね、人生にとって楽しいかプラスになるかっていうと、やっぱ、挑戦して失敗してですね、それを乗り越えて、次の自分のスキルをつけるっていう風な方が、僕はおすすめですね。これ人によるんで、ほんとね、失敗したくない人は、絶対失敗しないことだけをですね、ひたすらやり続けて生きるっていうのもね、それが楽しければ全然ありだと思います。ただ僕はちょっと、成功を、挑戦して、失敗して試行錯誤してスキルを身につけたいっていうタイプなので、いろんなものね、この YouTube も、適当にやったところから始まってますんで、そういうですね、何があるか人生はわからないところが楽しいですと。じゃあスマホでね、どんなことできんのっていうんで、スマホで稼ぐってね、結構ね、漠然とした質問されるので、何をやって稼ぐかとかいろいろあるんですけども、例えばブログを書いたりとかね、多分ね、できますね、ブログを書くっていうのは。無料ブログとかアメブロでも何でもいいんで、書くっていうのはできますし、それね、アメブロでがっつり稼ごうとかってなると、ちょっと難しいかもしれないんですけども、ブログを書いて人を集めるってとこまでは全然普通にできますし、YouTube も、これ YouTube はね、全然余裕でできますね。今も iPhone だけで僕は撮ってますし、動画も編集してないですし、マイクも使ってございませんということで、これをね、やるのはパソコンで使ってるんですけども、これなくて喋りだけでこうね、行くっていうね、喋りのスキルをこう磨いていって、こうベラ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 喋れるようになればですね、この辺動画これもいらなかったりとかするので、すべてね、こうダン高橋みたいにですね、ダンさんは最近パソコンも使ってるか、昔ね、ダンさん、口だけでこう喋ってね、10万人ぐらいまで行ってたんで、そうね、知識とかスキルとかあれば、全然編集とかね、iPhone 一つだけでもいけたりとかする可能性があるんで、YouTube は結構相性いいと思いますね。ただYouTube は稼ぐのは難しいっていうのはハードルは高いですね。で、プログラミングとかも、これもね、ちょっと調べてみたら、プログラミングの勉強をするみたいなのがですね、アプリであったりとかするみたいなので、勉強基礎のですね、なんか少し学ぶぐらいはできると思います。なんか for 文とか if 文とかですね、なんか do for while とかわかんないですけど、そういうのをちょっとやってみるっていうのはできるかもしれないですね。なので、プログラミングをスマホ一つでガンガン書いてコーディングして、なんかこう、リリースして売ろうとかですね、なんか仕事としてやるっていうのは、ちょっとそれは無理なんですけども、プログラミングを勉強するんだとすると、もちろんパソコンがあったことに越したことはないけど、東京から大阪歩いていくみたいな感じで、できないことはないんで、それがね、楽しければ、もうプログラミング最高じゃんって、コード書くの楽しいみたいなね、あれば、もうパソコン買ってみるとかね、そういう試しはできますよね。で、スマホを使って、なんか実際にね、やってみるだけでも成長しますと。で、本当ね、多くいるのはやっぱこう、パソコンがないので何もできないよ、みたいなこう言って、諦めちゃう人がやっぱ、ほとんどなんですよね。やっぱり、何か障害があって、それをね、何かないからできないっていう風に、そうやって思考が固まってしまって、思考停止状態とか言ったりするんですけども、そこで諦めてしまうっていう人がやっぱね、多いです。会社、サラリーマンとかでもほとんどそうですね。なので、じゃあどうやったらできますかっていうところですね、聞いて導いてあげたりとかするのは、コーチングだったりするんですけども、そういうですね、困難にぶち上がった時にどう行動するかで結構人生変わるんですよね。例えば僕であれば、パソコンがない、だからできないんじゃなくて、パソコンがない、じゃあスマホがあると。もうスマホあるだけでもすごいんですけどね、スマホがある、じゃあ何ができるだろうかって試してみようとかね、例えばなんかこう、市役所のパソコンを借りるとかですね、わかんないですよ。図書館のパソコンとか学校のパソコンを借りるとかですね、何でもいいと思うんで、なんかこう、友達にいらないパソコンもらうとか、安いパソコン1万円ぐらいの中古のパソコンをですね、安く直してる人もいましたね。学生の友達で。なので、そういうふうに、本当に、困難ってね、人生には困難がつきものなので、それ何でやるかってね、結構重要だと思います。なので、どうやって実現するか。そこで、本当に大きく人生が変わります。
だからまあ東京からね、大阪に行きたいっていう風になったとしたら、それもう行く方法無数にあって、もう本当に歩きでね、行くとか、チャリの方が早いよとかね、車で行くよとか、バス、電車、新幹線、飛行機、まあいろいろあるので、本当ね、東京から大阪にどうしても行きたいんだっていう風になると、そういう行く方法無数にあると。なので、まあ電車、新幹線に乗るお金がないから、行けないよっていう風になっちゃうと、もうそこでですね、先に進めない。もうチャリでもいいから行くとかね、まこなれ社長みたいなケツから血出しながら、福岡から、広島まで行ってもいいと思いますし、そういう風に実現する方法はいくらでもあるんですよ。やっぱクレイジーな人たちはですね、なんかこう、なんかノリで、なんか、何かなかったとしても、じゃあどうやって乗り越えようっていうところがあるんですよね。なので同じようにネットを使って稼ぐって言っても、まあパソコンがないにしてもですね、なんとかなる方法をですね、探して、まあその代わりにスマートフォン使ってみたりだとか、借りたりとか、まあさっき言ったみたいにですね、いろんな方法でやるっていうのがあって、やっぱね、なんか、どうやって実現するのか、なんかやろうと思った時に絶対障壁って出てくるんですよ。これ 100% そうです。人生そうなんですよ。何かやろうとしたら、どうしてもなんかこうね、お金がないとか時間がないとか、なんか経験がないとかですね。絶対なんかあるんですよ。もうすべてパーフェクトに揃ってて、なんかやるだけでもうこう電車のね、線路のようにもう無限に走れるみたいな、そういうのないんですよね。だからまあ人生長い間生きていて、まあどんな障害でも降りかかるんで、まあそれを、じゃあどうやって解決するのか、どうやってですね、回避するのか。まあ、そこを考えて、どういう方法でもいいから何とかしてやりたいことを実現するっていうところを考えていって、まあ行動して、まあ失敗してもいいんで、やっていくことで、まあ解決能力が高まっていきますね。なので、まあ、いろいろですね、挑戦してみようと。まあ、例えば、検索能力とかね、よく質問されるんですけれども、検索することで、むちゃくちゃ、情報出てくるので、例えば、まあ、スマートフォン、動画編集とかやると、YouTube にはいっぱい動画転がってるんで、まあ、それで編集してみてもいいと思いますし、スマートフォン、ブログ、稼ぐとかでも、そういう記事とかいっぱい出てきますと。で、まあ、スマートフォン、プログラミング、勉強とか、まあ、こういうので、検索して、ちょっとやってみるっていうのもね、ノリは普通に学べると思うんで、やってみていいと思います。まあね、むちゃくちゃいっぱい情報出てくるんで、その中から一番その役に立つ情報を探すっていう能力は結構難しいんですけども、まあ、それもやっぱ徐々にですね、こうやって自分で、問題を見つけて、それをどうやって解決するか検索したりだとか、まあすぐにね、人に聞いたりするよりかは自分で調べて、自分で解決できるようになった方が、いいと思います。そっちの方が人生ですね、できることは増えていきますね。まあ、おすすめとしてですけれども、ステップね、いきなりこうやっても難しいんで、まずまあ興味を持つってね。なのでまあ、ほとんどの人はね、興味すら持たないですよね。なんかこう、日々同じことの繰り返しで何も、楽しいこともないし、やりたいこともないみたいな人が結構いるので、多分ね、自分の動画見てくださってる方はなんか興味を持って、なんかね、経済について知りたいとか、株について知りたいとか、不動産について知りたいとかですね、ブログとか、まあそういうね、いろいろ興味持ってる人が多いと思うんで、結構もうそれだけでもね、すごい、アドバンテージ有利だとは思うんですよね。なので、まずはね、興味を持ちましょうってことで、なので、まあ、このチャンネル見てる人はもう興味全然持ってると思いますね。で、そうしたらですね、興味持ったらどうするかっていうと、まず調べてみるってね、今言ったみたいに検索してみたりだとか、どうやってできるんだろうってね、なんかできる方法はないのかとかね。まあ、大体ですね、パソコン、そのスマートフォンないと、パソコンがないと稼げませんかって聞いて、多分難しいですって言われて、じゃあ諦めようって諦める人は多分ほとんどなんですね。で、まあ自分で調べるという人は少ないですね。興味あること。で、まあ調べてみて、で、さらにね、ステップ、ここね、大きくやるんですけど、やってみるってね、これやる人すごい少ないですよ。多分5%もいないんじゃないですかね。なんかこれ勉強して、興味持って調べて、なんかやった気になって満足したりとか、自分には無理だと思って諦めてしまうとかね。まあ、やってみるっていうのはね、すごい、ここ大きな、むちゃくちゃ大きな壁があって、まあ、ここをやるかどうかっていうところで、結構ですね、人生は大きく変わりますね。まあ、やってみましょうと。で、続けてみるところですね。まあちょっとやって、もう金輪際こんなんやりたくないよって、もう見るのも嫌だっていう風になったら、もうやめるっつって次のことやればいいんですけども、あれちょっと楽しいなとか、少しね、まあ別に楽しくもないけど、まあそんな苦でもないからちょっと続けてね、もうちょっと詳しくなってみようとか、まあそういう風にですね、少しずつステップを踏んでいくと。で、興味持ってきたら、じゃあね、しっかり勉強しようと。これね、ひたすら何も考えずに惰性で続けてる人いるんですよ。そうなると成長しないんで、ちゃんと考えてやるってフェーズはどっか必要なんですよね。まあ別に成長したくないよっていうだったら全然いいんですけども、どうしてもね、こうなんかお金稼ぎたいとか、まあなんかスキルを身につけたいってなると、まあただ単に続けるだけでね、いつかはなんかこう導かれると信じてる方いらっしゃるんですけども、これね、甘いですね。そうではないですね。これ勉強しないとダメですね。試行錯誤しないと。続けてるだけで勝手に上手くなるほど甘くなくって、で、勉強して、
で、さらに、情報をね、勉強した内容を発信すると、その仲間ができたりとかですね、知り合いが増えたりとか、応援してくれる人とかですね、それによって自分の知識も深掘りされたりとかですね、説明するときに、あれこれどうなってんだろうみたいな気になって、もっとこうやったりとかするんで、これね、発信はね、結構いいですよ。Twitter が僕おすすめですし、不動産投資であれば、Facebook とかね、そういうのであったりとか、適地適材いろんなことがあるんで、僕はインスタは得意としてないんですけどね、そういうのをやって、情報発信してみて、で、投資するってことで、で、これでいけそうだと思ったら、じゃあパソコン買ってみるとかね。高いね、例えば釣りであれば、最初は100円とかね、安い釣り竿、竹の釣り竿から始めてですね、そこから高いわかんない職人が作った釣り竿でも何でもいいんですけど、高いもの買ってみたりとかして、自己投資したりとかしてみて、これにかけるっていうかね、これでもいけそうだってなったら、かける。お金に有り余ってんだったら、いきなり最初もう機材揃えてもいいんですけど、やってみるところで。一応ほとんどの人は、やっぱ自分も含めてそんなにいきなり金持ってるってことはないと思うんで、投資するのは、こう、勉強していろいろ何がいいかって調べてからでもいいと思います。で、まず1円稼ぐってとこですね。お金を稼ぎたいってなったら。で、1円稼いでも意味ないじゃないかっていう方もいらっしゃるんですけども、1円のね、金額自体は1円なんで、大したことないんですけども、0から1をね、生み出すっていうステップをですね、ここまでたどり着く人はね、これ見てください。こんなステップあって、ここまで行く人は、1% もいないぐらいなんですよ。やろうと思ったところで。だからまず1円を稼ぐっていうところで、何でもいいのですね。クリーンな方法で、これ詐欺とかやってはいけないですよ。人の役に立つ方法で、とりあえず1円をですね、まず自分で稼ぐってところから、すごい重要だと思います。これ普通にコンビニでバイトして1円稼ぐとかで全然余裕でできるんですけども、何か自分でゼロからやってですね、その仕組みとか、その不労所得じゃないんですけども、その仕組みを作って稼ぐっていうのはすごいね、尊いものだと思ってるし、1円稼げれば10円になるかもしれないし、10円が100円とかね、100円がですね、1万円になって1万円が10万円、10万円が100万円になる日も来るかもしれないです。100万円が1万円になる可能性もあるんですけれども、そうですね。どっかで飽和するんですが、まずはね、1円稼ぐっていうのは重要です。で、再生リストとかでね、副業で稼ぎたいならまず1円を稼ごうって、これで解説してるんで、よかったら見てみてください。で、じゃあね、サラリーマンだったらどうですか？学生でお金がないよって話だったら、本当にね、ちょっとやってみるって、逆に時間が有り余ってるとかだったら、そういう風に歩いてみるっていうのもいいと思うんですけども、サラリーマンとかで、そこそこね、少しお金稼げてるんだとしたら、自己投資に使った方がいいよっていう風に考えてます。やっぱパソコンはですね、買って、自己投資しましょうと。こうやってパソコンをね、何でもいいのでですね、そんな、いきなり MacBook Pro がないから、動画編集できませんとか言ってる人いるんですけども、そのね、そんなハイスペックなものなくてもですね、できないことはないですと。で、10万円ぐらいでもね、パソコンあって、それでね、文字打ったりとか、軽い動画の編集とかね、やってもいいです。で、やっぱ自己投資が一番リターンがあるので、自分にね、投資して、行くのが一番いいと思います。やっぱ欲しいものがいっぱいあると思うんですよね。せっかくね、自分へのご褒美みたいなね、車が欲しいとか家が欲しいとか時計が欲しいとかね、バッグが欲しいとかね、ぬいぐるみが欲しいとかね、いろいろあると思うんですけれども、ぬいぐるみはね、これは買った方がいいと思うんですけれども、そういう風に、浪費をしてもですね、やっぱ人生は、買った時にね、満足するかもしれないですけども、やっぱいくら物買っても、やっぱこうね、人生は豊かにならないっていう風に、それ人の価値観なので、人によるんですが、僕はそう考えているところで、やっぱり浪費をやめて、自分の稼ぐ力に最初投資しておくっていうのが一番リターンはあると思います。何百倍にもなって帰ってくるので、なので、いきなりですね、自分の場合は、例えば副業を始めるときに、家で作業することになるので、すごい高いですね、10万円ぐらいのアーロンチェアって椅子を買って、それに快適なですね、仕事環境でやるっていうことをやりました。スタバでやりたいとかね、スタバでね、Mac 開いてドヤ顔で仕事したいっていう人も別に中にはいるかもしれないですけど、僕は家でやりたかったんで、それで家帰って、仕事終わって家帰って、それ2、3時間ですね、毎日、その椅子に座ってやるってことで、もう今、10年以上前に買った椅子なんですが、まだ座ってますと。その椅子からね、生み出された付加価値は、何千万どころか億超えてると思うんですけども、そういうふうに、そういう最初の投資でね、何を買うかっていうのは結構重要だと思います。その代わりね、飲みに行く時間を減らしたりとかですね、そういう犠牲になるものがあるので、どこまでやるかっていうのは結構人それぞれだと思います。で、いきなりね、そのサラリーマンでハイスペック PC 買うべきかみたいなのあるんですけども、その世界で勝負するって決めるまではですね、いきなり買う必要ないかなと思います。YouTube やりたい。だから一眼レフと超高価なマイク買うんだみたいなのね。それで成功してる方もいるかもしれないですけど、僕は
とりあえず試してみた方がいいんじゃないのって思いますね。お金はね、無限にないと思うんで、それで減ってしまってね、またもったいないことしたって凹んでしまうぐらいだったら、とりあえずさらっとやるのがいいんじゃないかなと思います。で、本当にね、その世界で生きていく覚悟があるんだったら、それは惜しまない方がいいかなと思ってます。ヒカキンさんとかもね、やっぱこう、動画の中で、トップが使う、やっぱこの最高のスペックのやつを買ってるっていう風に、YouTube の中で言ってますね。これはお金持ちになった時ではなくって、初期ですね。まだ稼げなくてスーパーの店員さんされてた頃から、やっぱアメリカのですね、トップ YouTuber がどういうものね、マイクを使ってんのかとか、どういうカメラ使ってんのかってね、もう日本人で YouTube やってる人いなかったんで、アメリカのサイト行ってですね、なんか調べて買ったりとかですね、そういう本当にスーパーの店員も、なんか会社のね、だって寮の風呂場とかで、撮ってますもんね、最初の方の動画ってね。だからそういう風にストイックにやりながらも、なるべくね、最高のものをこっちに投資して、それでやっぱこっちの勝負で生きていくっていうのをね、すごい感じてたんだと思います。で、最近不況になってくるとですね、楽して儲かる系っていう勧誘が来るので、それね、本当注意してください。楽して儲からないです。ネットでもうすでにかなり僕はやってる方だと思うんですけども、そんな上手い話はありませんと。もうよくあるのは、なんかもうスマホをポチポチ、権利収入で、みたいなね、こうなんかあるんですけども、これマルチ商法だったりとかするので、その、親玉は儲かるけど、入った人はまずほとんど儲からないので、それも、入った人のお金をこう吸い上げて儲かるっていうことなので、トータルで見ると全然プラスにならないのでですね、僕はお勧めしてないですし、ほとんどの場合は損して終わるんだと思います。一部のね、トップの人は儲かるかもしれないですね。あと最近ね、本当にとある高校生が有名になっているんですけど、とある高校生が3万円払ってですね、ツール使ってフォロワー1万人集めればですね、案件で100万円稼げるみたいな、インフルエンサーになって稼げるみたいなこと言ってて、それで実際ね、ツール入れても全然稼げなかったみたいな、さらに10万円要求されたみたいな話とか結構あったりするんで、楽になってね、インフルエンサーとかなったとしてもですね、そんなツール使ってどうこうとかで、影響力なんかないんで、これも絶対稼げないんでやめた方がいいですね。楽して、そんなツールで稼げるんだったら、人に3万円で売る前に自分でですね、誰かバイトを雇ってですね、そいつをインフルエンサーに仕立てて、インフルエンサー事務所みたいに作ってやった方が絶対儲かるんで、そんな3万円とかで売るわけがないですよね。だからこういうのも、楽して、儲からないですね。よくね、あるんですけど、なんですかね、不労所得イコールなんか砂浜でね、なんかこう海辺でスマホ一つで自由な生活みたいな、こういうのよくありますよね。こういうの詐欺とまでは言わないですけど、こんな、なんか楽な生活っていうのはね、ほとんどないので、最初のね、一部いるかもしれないですけども、そこまで行くにはですね、本当に、相当な努力が必要だと思うんで、こういうね、今、楽して稼げるみたいな話は結構出てきてるんで、楽して稼げないのでですね、ネットでは。やっぱり、誰でもできる業界っていうか、パソコンさえは参入できるんで、むちゃくちゃ厳しい業界なので、稼ぐことはできるけど、楽して稼げるもんではないですよと。なのでですね、挑戦してみるのはすごいいいし、それでね、まず1年稼ぐってところから目標って始めるのがいいかなと思ってます。で、もしですね、稼ぎたいっていう風になると、再生リストでお金を稼ぐ方法で、今から布教するのは何するかって動画とか、あとブログで稼ぐ方法とかですね。あとブログで不労所得を作るロードマップで作ってるんで、よかったら見てみてください。あとモフボッチっていうね、サブチャンネル作ってるんで、よかったら見てみてください。なんか6000人行きました。ありがとうございます。で、まとめなんですけれども、スマホだけで稼げるかってことで、稼ぐことは可能ですよと。ただ時間がかかると。で、どんなものかノリをつかむことができるんで、やってみるのはいいと思いますね。で、リスクがないなら挑戦してみようと。まずいきなりね、100万円払わないといけないとか、コンサルに50万かけるとかですね、どっか塾にですね、何十万払うとかは、別にそんなこといきなりやる必要はないんで、ちゃんとね、分かって、その価値が分かるレベルになったらいいと思いますけれども、いきなりそういうところは、入る必要はないと思いますし、入ったからといって、稼げるっていうのは限らないですね。で、楽にして稼ぐ方法っていうのをすごい言ってくる人がいるので、ぜひですね、そういう人たちはもう楽して稼げるっていう言葉言ってきてる時点で、もう信用しない方がいいと思います。結構、むちゃくちゃ大変ですね、この業界は。なので、華やかに見えるかもしれないんですが、やっぱり泥臭く業界なのでですね。で、やっぱいついきなり稼げなくなるかっていうのもわからない不安定な業界なので、楽してね、YouTube 動画だけ撮って楽しそうだ、俺もやってみようみたいなのは、そう見えるかもしれないですけど、実際ぶっちゃけ辛いよっていうところ
はね、言っといた方がいいかなと思います。サラリーマンの方が楽ですね。もう、脱サラ1年ちょっとですけど、まあそういうところでですね、まあ稼げること、金額ね、稼げれば跳ね上がるんですけども、まあその分リスクもね、跳ね上がるんで、よく考えてね、人生、やった方がいいかなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。このチャンネルはですね、経済ニュースとか、役立つ情報を発信していってんで、よかったらチャンネル登録をぜひお願いします。またいつもコメント、高評価ありがとうございます。いつもコメント見てるんで、意見とかですね、要望とかいただければ、すべて見てますんでお願いします。またですね、役に立ったら友達とかですね、Twitter にシェアしていただけると嬉しいです。また、フォローしてください。あと、インスタと Facebook ページもやってるんで登録お願いします。あと、最近 LINE アットですね、不動産投資のチェックリストプレゼント中ですので、ぜひ登録してみてください。それではもありがとうございました。ウェイ。なんかおまけですね。おまけをやってくれっていうことで、おまけでね、なんか車の話をしてほしいっていう方がいて、まあじゃあ車の話をしようかなと思って、何の車の話しようかなと思って、まあ考えてますけど、最初に車好きになったのなんだろうってね、思い返してみると、もう今でも覚えてるんですけど、小学校1年生か2年生ぐらいの時に、なんかすごい音を立てて車が来たんですよね。ドッ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 ドみたいなね。それがですね、フェアレディ Z だったね。初代フェアレディ Z。まあ、多分当時ですらね、古めの車だったと思うんですけども、これ日産の Z ですね。このロングノーズショートデッキってね、この鼻が長くて、ちょっとショートデッキ、この乗るとこはね、この狭いところで、これ横から見ると結構ね、鼻が長くて、全然ツーシーターだったような気がするんですけど、まあかっこよくてですね。まあなので、これを見てね、車に興味を持ち始めましたと。で、まあ、さらに車ね、興味に持ったのは、何かっていうと、こち亀なんですよね。僕の、その、小学校から中学生ぐらいの時の、知識のほとんどはこち亀だった気がしますね。なんか、当時ね、ネットとかもなかったし、テレビとかで車の特集とかもね、あんまなかったんで、もうほとんどこち亀から見てましたね。で、カメラスっていうね、なんかこう、まあ、30年前ぐらいに出たのがあるんですよ。こう辞典みたいな感じですかね。これ昔はインターネットがなかったんで、なんかこう、ウキペディアみたいなのがですね、意味出すっていうね、なんかこう、いろんなものの意味が載ってるウキペディアみたいなのがですね、こう、意味出すっていうのが売ってて、それのですね、こち亀版でカメ出すってあってて、これおじさん世代はみんなわかると思うんですけれども、昔は紙媒体でしたと。まあ、で、今ネットで調べれば、みたいな感じだったら30名はそんななかったですよ。で、まあ、カメラスを見て、まあ、車とかはね、片っ端から、いろんな車を見てて、で、まあ、その中で一番気に入ったのはですね、この、フェアレディ、違う、これコルベットっていう車で、アメリカのですね、シボレーっていう会社のコルベットって車で、これ C3 っていうね、スティングレイ C3 ってやつですね。これ確か、お坊さんが乗ってたんですよね。こち亀の19巻ぐらいだったかちょっと忘れちゃったお坊さんが乗り回してて、でここがね、すごいこう、エラが張ってて、こう、エイみたいな、スティングル、エイっぽいですよね。なので、これがね、すごいかっこよくて、これ乗りたいなと思ってましたね。で、今ちょうどですね、この時、これ1980年ぐらいの車なんですけども、C3 から4、5、6、7、8まで来て、今ね、C8 まで来ました。で、今年これ発売でですね、で、何がね、ちょっとまあ全然違うんですけど、何が違うかっていうと、これね、むちゃくちゃ変わったのがですね、こう、まあ普通エンジンがフロントに乗ってるんですけども、これね、エンジンがですね、これミッドシップだったんですよ。この背もたれの後ろにエンジンが来たんですよ。コルベット史上初めてですね、ミッドシップになったってことで、まあ、ミッドシップになるとね、こう、エンジンがね、まあ、重心の、その一番先端に来るんで、なかなかその、コントロールがしやすいとかですね、まあ、コントロールしやすいっていうか、まあ、重心があるんで、こう、なんかいろいろあるみたいなんですけれども、ミッドシップ、結構ミッドシップ珍しいですね。フェラーリ、イタリアとかですね、スポーツカーで高級なやつは結構ミッドシップにね、来てるみたいで、まあ、エンジンが背中にあるからね、背中から結構振動が来たりとかですね、あって、まあ、ポルシェのね、彼らってやつは RR、リアにあるんで、またミッドシップではないんですけど、まあそういう風な感じでですね、大きく変わってて、で、結構安いんですよね。確か700万ぐらいから買えるんですよ。で、かなりもう超速くて、確か4.8リッターでしたっけ ?5.6 かな ?5.6 の GHC じゃない、ちょっと忘れてた、ツインカムじゃないんですよね。昔のタイプのやつのエンジンをずっとひっくるめてるですね、やってて。で、これね、欲しいなと思っててね、まあちょっとね、車、追加としたらコルベットかなと思いつつ、ずっと立ってしまってですね、まあ駐車場の問題とかなんかいろいろこう入らないですよね。立体式駐車場なので。なので、まあまたね、今車手放しちゃったので、サラリーマン辞めた時に手放してしまってもう1年以上車運転してないのですね、またなんか乗りたいなと思いつつも、今日は車の話をしてみました。はい、どうもありがとうございます。いいんすかね、こんなんで。ウェーイ。